福島への旅1日目です。朝9時半に敦賀発のフェリーに乗船するので、8時半にはフェリー乗り場に出着です。出発地の高島市からは約50キロあるので、1時間と見て7時半出発、余裕を見て6時半出発しました。いつもより空いている国道をマイペースで走ります。それでも法定速度なのでどんどん抜かれます。敦賀市内のバイパス道路に到着です。あともう少しです。正面に見えてきたのが敦賀のフェリーターミナルです。先はどちらです？新潟です。新潟。はい。ここで恥ずかしいことにエンストしてしまいました。ネットで予約したいチケットを持っていきましたが、コロナの影響で結局受付に行き、非接触の体温計で測ってもらい、平熱証明のハンコをチケットに押してもらってから出ないと乗船できませんでした。フェリーターミナルの2階の待合室です。ガラス張りの向こうにフェリーを眺められる綺麗でモダンな建物でした。車と一緒に乗船しない場合はこちらから直接通路を通って乗船できるようです。こちらが今日乗船するフェリーライラックです。いよいよ乗船です。スロープを登って走っていきます。私たちの駐車したデッキは2階でしたがガラガラで、どうも新潟への車のみのようでした。もう一つ下のフロアも駐車デッキになっていて、そちらは別の入り口から乗船できるようになっているようでした。おそらく秋田や苫小牧行きだと思います。隣は岐阜から来られたドカティのお兄さんでした。いつもの調子でバイクを降りようとすると、満載の荷物に足が引っかかっておっとっととなっていました。僕も時々やってしまいます。後で少しお話をすると、5日間仕事の休みを取って新潟から秋田へでも行こうかと言ってました。フェリーを降りる時にはノープランのようでした。そんな旅もいいですよね。必要な荷物を持って階段で客室デッキに行きました。
通路を進んでいくと左に見えるのが自販機コーナーです。カップラーメンやジュース、ビールなどがあります。もう少し進むと係の方がチケットを見て客室の場所を教えてくれました。お客の来れない方がご案内します。こちら A4 の39ベッド施設、ロビーの分別路に入って前方にお進みください。ここが予約していたツーリスト A クラスの部屋です。なかなかいいです。シーツやベッドもきれいにメイキングされていました。広さはカプセルホテルぐらいと荷物を置くスペースが少しです。コンセントもあるので充電もできて十分満足です。貴重品のみ手に持ってフェリーの中を散策に行きます。中央のロビーは3階から5階までの吹き抜けになっています。ちょうど10月だったのでハロウィンのデコレーションがされていました。階段を上り4階に行きます。左手に見えるのが売店ですが、限定された時間しか営業していないので少し注意です。奥はフードコートになっています。もう少し奥にはレストランやゲームコーナーもありました。通路を隔てて売店の横には大浴場があります。窓から海を眺めながら湯船に浸かるのはなかなかいいものです。そうこうしているうちに船はすでに出港していました。ちょっと小腹が空いたので売店で北海道限定マルちゃんの焼きそば弁当を買って給湯室でお湯を入れてフードコートでいただきました。外に出られるのはこちらのデッキのみでした。船の左右にはあるのですが屋上などには上がれず船尾の風景も見られませんでした。楽しみにしていたのにちょっと残念でした。潮風に当たりながら海を眺めるのはいいですよね。いつまででも眺めてしまいます。黄昏時に刻々と変化する海は特に楽しませてくれます。きらりと小さな光が見えたでしょうか。あれが佐渡島の灯台です。というわけでまもなく新潟港に到着です。海が穏やかで全く揺れなかったのですが、そのおかげでしょうか1時間ほど予定より早く午後8時半ごろ到着しました。スロープを下っていよいよ新潟へ上陸です。
右側を船で一緒だったドカティさんが追い越していきました。遠慮してか少しの間僕の後ろを走っておられたのですが、あまり僕が遅いので追い抜いていかれました。お気をつけて。本日のホテルジュラクステイ新潟へ到着です。フェリー乗り場から10分ほどでした。清潔な部屋はセミダブルベッドでゆとりがあり、ゆっくりと休めました。明日からはバイクでの移動がメインで楽しみです。おやすみなさい。